皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はこちらの夏着物を着ているところをご覧いただきながら、前回ちらっとお話ししたメルカリの郵便事故についてお話ししようかなと思います。結果的には不本意ながらも一応決着はついたというか、その件についてはもう完了ということにはなっていますが、こんなことが起こってしまった原因についてもお話ししたいと思います。ですね、私は染めてる襦袢が好きじゃないですか。でこのね着物を着る時に染めてる襦袢を着て着物を着て楽しんでいただきたいなと思って、いろんな証券とか麻の襦袢とかをね染めてメルカリで、少しずつ販売をさせてもらってるんですね。で、紛失した商品は6月の22日に、投函されたものなんですね。で普段そんなにねめったに売れるものではないんですけど、たまたまその時同じ襦袢がもう1枚売れまして、色違いなんですけど一緒にね2つ持って、ポストに行ったわけですよ。Uパケットポストで出そうと思って持って行ったんですね。で該当のねその紛失してしまったものを投函したんですけど、一応間違えないようにパッケージにも名前を書いたり色を書いたりして、で U パケットポストの QR コードを読み取って投函して、で投函しましたにチェックを入れて発送通知をしたんですね。でその次にもう1件同じように U パケットポストの QR コードを読み込んで投函して、で発送通知をしたという感じで、2件同時に同じポストに投函したんですね。で、それから、次の日ぐらいにどうなったかなと思って確認したら、1件はその後から投函した方はもう処理がどんどん進んで発送の履歴が終えたんですよ。だけど先に投函した方はまだ引き受けになってなかったんですね。同じタイミングで同じポストに投函したので、同じタイミングで郵便局の方で引き受けされるんじゃないかなと思ったんですけど、変だなと思ったけど、たまにはそういうこともあったりするんですよ。丸1日引き受けにされないこととかもあったりするので、なんかの不具合かなと思って放っておいたんですけど、それから投函したのが土曜日で、月曜日になっても引き受けにならなかったので、通常だったら土曜日に投函すると、だいたい火曜日か水曜日ぐらいには到着するんですね。で、履歴がついてた方はもう月曜日には到着したんですよ。でおかしいなと思って火曜日ぐらいに郵便局に電話したんですね。その集荷を担当する郵便局に電話をして、でまだ引き受けになっていないんですけどっていうお話をして、投函した日時と投函したポストとお伝えして、で調べてもらったら局内にはそういう該当するようなものが残ってないので、スキャンをし忘れて発送されたのではないかというふうに言われたんですね。でお届け先に届いた時点でデータが反映されると思いますっていうことだったので、またしばらく待ってみたんですよ。でしばらく待ってみて、で買ってくださった方にも反映されないということがあるようなので、ちょっと様子を見てくださいというふうにお伝えしたんですね。で、待ってたんですけど、やっぱり木曜日27日の木曜日になっても何も変化がなくて、さすがにちょっとおかしいかなと思ってメルカリのヘルプセンターの方に連絡をしたんですね。ちょっと早いかなとは思ったんですが、見つかればねそれでいいし、遅くなると対応がそれなりにまた遅くなっちゃうので、早くお知らせしておくだけはお知らせしようと思って、27日の日にメルカリの事務局のヘルプセンターにこういう商品を送って、どこどこのポストで送って、で同じタイミングで送った商品があればそれもっていうふうに書いてあったので、そのねもう一件の方のメルカリの個別識別番号みたいなのもお知らせして、で調査結果を待ってたんですよ。でそれで
1週間後ぐらいかな、突然来たメルカリからの連絡が7月6日ですね。6月27日に問い合わせを開始して、メルカリから調査結果で連絡があったのが7月6日で、結構待たされたんですけど、その時の配送会社から以下のような連絡がありましたということで、どこどこのポストの取扱局には保管がないので、投函場所にお間違いがないかをご確認お願いしますっていう連絡が来たんですよ。そんなのね、間違えるはずないっていうか、間違いない場所だ、ちゃんと住所も調べて、郵便局の方にもその場所のねポストのこともお伝えしてあったし、最初の問い合わせの内容にもそのポストの住所も何度も書いてあるし、どこどこのポストから送りましたっていうのを送って、その後メルカリからもう一度教えてくださいって感じだったので、もう一度また商品の種類とか、メルカリの U パケットポストの番号とか、投函場所とか投函日時、一緒に投函したものがあったらそれもということだったので、それもお知らせしてっていうのをもう2回繰り返してたんですね。でこれで3回目だと思って、ちょっと私もねカチンときちゃったんですよ。問い合わせをしてからしばらく時間経ってるし、それがまたそもそものねポストの場所に間違いがないかをご確認くださいって来て、もうそれはないだろうと思って、とりあえずね郵便局行っちゃえと思って行っちゃったんですね。もう行けばあるだろうと思って、保管してあるのを見せてもらえればどれって自分のは分かるかなと思って行ってみたんですよ。で行ってみたんですけど、郵便局の担当の方も探してみたんですけど見当たらないっていう感じで言われちゃって、あると思ってたのになくて、ちょっとショックだったんですよね。うっそーと思って、でもないから今上の者と相談してるって言われたんですよ。上の者と今後の対応について相談してるっていう風に言われたんですね。それってどういうことと思って、本当になくなっちゃったのと思って、でももう今は本当にないので、メルカリさんを通してまた連絡するのでちょっとお待ちくださいっていうことだったので、もうそれはそれでしょうがないから帰ってきたんですね。でおとなしくメルカリからの連絡を待つしかないと思って待っていたんですけど、その2日後ですね、7月8日です。商品を送って2週間以上経過してましたね。問い合わせを開始してから12日目ぐらいですかね、突然メルカリから連絡があって、その内容がこちらです。事務局で取引内容を確認したところ、お客様間での問題解決は困難な状況と判断いたしました。そのため事務局で取引キャンセルの手続きを行い、保証を適用いたします。お客様の残高売上金含む販売利益を保証いたしました。残高の確認はガイドをご参照くださいということで、購入者の方へは事務局から連絡を行っておりますので、お客様からご連絡いただく必要はございません。よろしくお願いしますとね、突然来ました、このメールが。そして確認すると、確かに私の売り上げにはね反映されてたんですね。品物は行方不明だけれども、事務局の方で保証をしてくださったということなんですよ。ただね、この間ね購入者の方と何度もやり取りをしていて、で購入者の方もね、私のその長襦袢をね一目見て色がとても好みで、一目で購入を決めたんですっていうことでね、すっごく気に入っててくださってたんですよ。だから本当に申し訳なくて、なんとかね商品見つかってほしいと思ったんですけど、見つからなかったんですよね。どこに行っちゃったんだろう。だって消えてなくなるはずないから、どっかにあるはずなんですよ。本当にねちょっとショックですね。品物が見つからなかったことが本当にショックですね。購入者の方もね、もうしょうがないですねっていう感じで、もうキャンセルね承諾するしかないですよね。購入者の方もね、もう購入者の方も多分キャンセル扱いなのでお金を戻ってきてるんじゃないかと思うんですけど、
楽しみにねしてくださってた分本当に申し訳なくて、でも私の場合は新品を染めて出品してるわけじゃなくて、このリサイクル着物ね、古物の市場とかで見つけてきたものを染めて出品してたので、サイズ的なものもねあまり同じものが絶対揃えられるっていう確証がないというか、もう絶対無理な話なんですよ。同じものはもう二度と揃えられないので本当に申し訳ないんですけど、でもねお待ちくださるということでね、今なるべく近いサイズのもので同じ素材のもので品物をね探して染めようと思ってるところなんですね。まだ見つかってないんですけれども、今後のやり取りのためにその方専用のページもね作らせていただいて、でもねやっぱり思うように見つからないし、染めるとねサイズが変わったりとかするので、これで大丈夫かなと思っても染めてみたらちっちゃくなってることとかってやっぱりあるんですよね。なのでなかなかね思ったように仕上がらなくて今お待たせしてるところなんですよね。実際あれから2枚ほど手に入れて染めてみたんですけど、小さかったり大きかったりでなかなか難しいところですね。でよくよく調べてみると、品物を2件立て続けに U パケットポストで発送すると1件行方不明になることが結構多いらしいんですね。知恵袋とかでよくその話が、そういう問い合わせがねいっぱいあったんですよ。だからこれ私だけじゃないんだと思って、結構あるんだなと思ってちょっとびっくりしましたね。なのでね、2件あんまり重なることはないんですけど、これからねメルカリを発送するときは一件一件でもう別々に違うポストで投函していかなきゃダメだなと思って、ちょっと反省もしてます。という感じでね、私の今回のメルカリの商品紛失事故についてはこういうような、もう不本意ながらもお金の補填だけで終わったというすごくね残念な結果で終わってしまったんですけれども、これからは本当気をつけようと思いました。なんとも後味の悪い決着の仕方で、本当に今回は購入してくださった方にも大変申し訳なかったし、私も残念な気持ちでいっぱいです。はい、というわけで今回も変なエフェクトがかかってしまっていました。果たしてこれは気がつきましたよ。これなんで勝手にこんなエフェクトかかっちゃうんだろう。はい、このね着物の下もパープルのね長襦袢を着てる、これを半襦袢にしちゃったやつなんですけど、長襦袢をこうやってね着物のたもとからちょっとカラーがね見えて可愛いな、楽しいなっていう気持ちをね味わっていただきたくて細々と襦袢を染めておりますので、もしよかったらメルカリで探してみてください。こちらにはリンクは載せておりません。販売するからにはちゃんと染めようと思って結構手間もかけて染めてるので、あんまり安くはないのでこちらではあまりおすすめはしておりません。気になる方がいらっしゃったらメルカリで探してみるか LINE でお問い合わせいただければご紹介します。ただ今ねあんまり新しいのを今紛失した分を補填するために全部今パープルに染めてるのでもうちょっとしたらその方のが見つかったらそれまで染めてきたものも出そうかなと思っています。はい、では今回の動画は以上になります。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時から着物に関する動画を更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。